はいどうも皆さんこんにちは、ひでチャンネルです。今回はどんな角度からでも描ける世界標準の顔の描き方6、いろいろな角度で顔を描く方法ということでやっていきたいと思います。皆さんの中には決まった角度の顔を描くのは得意だけど、ちょっと見え方が変わると途端に顔が描けなくなってしまうなんて人もいるかと思います。その根本原因はおそらく顔の形を記号として捉えていて、立体としての意識ができていないからではないでしょうか。これまで顔の描き方シリーズでは、どんな角度からでも描けるをテーマに、誰が描いても再現性のある顔の描き方をシリーズで紹介してきました。6回目の今回は、これまでの顔の描き方シリーズで勉強したことを活かして、実際に色々な角度から顔を描いていきたいと思います。この動画を見ていただければ、これまでお話ししたことを応用して、色々な角度の顔を自由に描く方法がわかると思いますので、決まった角度からの顔しか描けない人や、顔の描き方を基本から知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください。前回までの顔の描き方シリーズの動画をまだ見ていない方は、概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。またこのチャンネルでは、これからアニメーター、イラストレーター、漫画家など、絵を仕事にしたいと考えている人、または趣味で絵を描いているけど、もっと絵が上手くなりたいと思っている人に向けて、有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本題に入っていきましょう。ということで、まずは土台の部分を描いていきましょう。顔を描くときはいきなりディテールから描くとバランスが崩れる原因となりますので、描き慣れないうちは最初に必ず顔の土台を描くようにします。詳しくは顔の描き方1で紹介していますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。それでは改めて土台の部分の描き方について解説していきたいと思います。まずは頭の球体を描いて顔の向きを示す十字線を描きます。この時に縦の線を顎先の位置まで引いておきましょう。球体の側面を切り落として十字線を描き、その下端から顎先に向かって線を引きます。反対側の輪郭も目のくぼみと頬骨の出っ張りを意識して描いていきます。あとは首をつけてあげれば土台は完成です。今度は下を向いている角度の顔を描いてみましょう。まずは頭の球体を描いて、頭の頂点が見える場合、目印に十字を描いておきます。次に顔の向きを示す十字線を描き、縦線を顎先の位置まで引いておきます。球体の側面を切り落として十字線を描き、その下端から顎先に向かって線を引きます。あとは首をつけてあげれば土台は完成です。まずはこんな感じでいろいろな角度の顔の土台を描く練習をしてみてください。慣れてきたら自分が描きやすいように書き順を変えたり、省略できるところは省略してしまっても構いません。逆に難しいと感じる場合は自分に合った補助線を足して描いてみてください。次は今描いた土台の上に標準的な顔の比率の素体を描いていきます。どんなキャラクターの顔を描く場合でも、この標準的な比率の素体を下敷きとして描いておくと、顔のバランスや比率の目安になりますので、描き慣れないうちはこの基準となる素体を描いておきましょう。顔の比率について詳しく知りたい人は、顔の描き方2の動画をご覧ください。まずは顔の十字線の中心から顎先までの半分のところに鼻下の位置の線を引きます。十字の中心は眉間の位置ですので、このように台形型の当たりを取り、そこから鼻下の目印に向かって鼻を描いていきます。次に目の下の位置の基準となる線を引いて、左右の大きさのバランスを見ながら目の当たりを描きます。どんなデザインの目を描くかはここでは考えず、まずは目の入る穴を単純な形で描いておきましょう。次に眉毛のくる部分に線を引き、目のくぼみと頬骨の出っ張りを意識して輪郭を描き、耳をつけて口を描き足してあげれば完成です。僕の場合、口を最後に描いた方がバランスが取りやすいのですが、自分が描きやすいと思う順番で描いてもらって構いません。それではもう一体描いてみましょう。まずは顔の十字線の中心と顎先の半分のところに線を引き、眉間の位置に台形型の当たりを取って、そこから鼻下の線に向かって鼻を描いていきます。今度は眉毛の位置から当たり線を描いていきます。顔の角度によって描きやすい順番が変わってくることもありますので、自分の描きやすいように臨機応変に対応してください。次に唇の凹凸を意識して輪郭を描き、口の線を描きます。顎のラインを描いて首を足してあげれば完成です。今度は下を向いている顔を描いてみましょう。十字線と顎先の真ん中に線を引いて鼻の位置を決めたら、眉間の台形を描いてそこから鼻を描きます。下向きの場合、鼻の立体を意識して先ほど描いた鼻の位置の線より鼻が出っ張るように描くのがポイント。今度は輪郭から描いてみますね。描き順は自分の描きやすいようにどんどん変えていきましょう。目の下の位置の線を引き、単純な形で目の当たりを描いたら、口と眉毛を描いて耳と首をつけてあげれば完成です。こんな感じで標準的な顔の素体をいろいろな角度から描いてみましょう。先ほども言ったように描く順番を決めてしまうと顔の角度によっては描きにくくなる場合がありますので、描き慣れてきたら顔のパーツをどこから描くのかはその時その時で変えていってしまって構わないと思います。一つの描き順にこだわらず自分に合ったスタイルを見つけて描いてみてください。標準的な比率で目、鼻、口、輪郭のバランスがしっかり描ければ、あとは自分の描きたいキャラクターに合わせて比率を調整してあげればいいだけなので、この素体をどんな角度からでも描けるように何度も練習してみてください。次はいよいよ素体の上にキャラクターを描いていきましょう。今回はアニメや漫画でよく出てきそうな女の子のキャラクターを描いていきたいと思います。
キャラクターによって輪郭の形や目の大きさは全然違うから素体を下敷きにする意味はないんじゃないのと思う人もいるかもしれませんが、素体を基準にして目をどれくらい大きくするのか、どれくらい位置をずらすのかといった具合に考えることで、全体のバランスを崩すことなくいろいろなキャラクターに応用して描くことができるようになるんですね。例えばこのキャラの場合ですが、素体の顔の比率より目を少し下に下げて、左右の目の距離は少しだけ離して描いています。輪郭も女の子らしい柔らかい印象になるように、素体の輪郭線より外に膨らませて丸く描いています。素体にキャラクターデザインを載せて描くことで、自分が描こうとしているキャラクターの特徴を考えながら描くことができるんですね。とはいえこの工程は、例えるなら自転車に乗れない人が補助輪を使って練習するようなものですので、ある程度描き慣れた人はいきなり描きたいキャラクターの比率を素体で描いてしまって構わないと思います。いろいろな角度から顔を描いた時にどうしてもバランスがうまく取れない人は、標準的な素体を下敷きにしてから描きたいキャラクターの顔の比率に調整することでうまく描けるようになるかもしれません。ということで実際どういう手順でキャラクターを描いているのか描きながら解説していきたいと思います。頭と鼻は素体の線をそのまま使ってほっぺの膨らみだけ少し調整してあげます。口の位置は素体より下にずらして描いていますね。目は最初に薄くシルエットのあたりを描いてからディテールを入れるようにします。上まぶたの位置はそのままで、下まぶたの位置を下げて目の大きさを調整しています。眉毛はかなり自由に動くので、描きたい表情に合わせて位置を調整してください。耳の位置はそのまま描いて、首を細くするために下顎と後頭部のラインを若干調整しています。次は下を向いた顔を描いていきます。目の大きさを調整するため、薄くシルエットで当たりを描いて、左右のバランスを見ながらディテールを足していきます。点で鼻を描く場合、鼻を立体的に考え、鼻の頂点の位置に点を打つようにします。眉毛の位置は少し上目に取ってあげて、口と輪郭の線、耳もそのまま使えそうなので素体の線をなぞっていきます。首は細めに調整して描いていきます。今度は上を向いたアングルです。鼻の立体を意識して鼻の頂点の位置に点を打ったら、素体の当たりより少し大きめに目を描いていきます。いきなりディテールから描いてしまっていますが、慣れないうちはしっかりと当たりを取ってからディテールを描くようにしてください。口の位置、眉毛の位置も素体を基準にキャラクターに合わせて調整していきます。輪郭線はほっぺのラインを少し膨らませるように描いて、首は細めにつけてあげます。最後に全体のバランスを見ておかしい部分を描き直していきます。こんな感じで素体の上にキャラクターを乗せて描くことができれば、リアルなキャラクターからデフォルメの効いたキャラクターまで、どんな角度の顔でも調整次第では描けるようになると思いますので、いろいろなキャラクターを使って試して描いてみてください。これを言うと、顔が丸いキャラクターやデフォルメの効いたキャラクターはこの描き方じゃ描けないんじゃないですかというコメントをいただくので、次回の動画ではこの描き方を使っていろいろなキャラクターを描いてみたいと思います。今回は顔の描き方シリーズの実践編として今までの動画でお話しした内容を使っていろいろな角度の顔を実際にキャラクターを乗せて描いてみましたが、描き方の説明がざっくりとしていた部分も多かったと思いますので、顔の描き方の工程について詳しく知りたい方は概要欄にリンクを貼っておきましたので、そちらをご覧いただければと思います。今回の内容が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日ライブ配信でお絵描き講習やイラスト添削をやっております。もっと絵が上達した人やお絵描き仲間が欲しい人は概要欄のリンクからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。